私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、他人から不当に怒りを向けられる人の5つの特徴についてお話しします。特に悪いことをしているわけではないのに、不思議と人から怒りを向けられることが多い、と感じている方へ向けた内容です。この5つの特徴を理解し、他人からの不当な怒りにどう対処すればよいのかも考えてみたいと思います。1つ目の特徴は、やたらと同意する人です。僕もそう思うとか、私も同じですと、頻繁に相手の意見や考えに同意する人がいます。もちろん、本心から相手の意見や考え方に賛同している場合には、問題ありません。しかし、実際にはそうでない場合や、自分の意見を持たずに、誰かが何かを言ったときに、ただ相手に合わせるだけの人もいます。残念ながら、そのような人は、他人から不当な八つ当たりや怒りを受けやすい傾向があります。相手から見ると、いつもやたらに同意する人は、自分自身の考えや意見を持たない自分のない人として、軽んじられることが多いからです。相手の意見と異なる場合には、あなたはそう思うのですね。でも、私はこう考えます。いろいろな考え方があるのですねと自らの意見を伝えることが大切です。また、特定の話題について、自分にははっきりした意見がない場合には、そうなんですねと受け止め、相手の考えを尊重するだけでも十分です。何でもかんでも相手の言うことに私もそうですと同意する必要はありません。2つ目の特徴はすぐに謝る人です。何か悪いことをしたわけでもないのに、ごめんなさいと口癖のように謝る人がいます。例えば、意見の相違がある場合、自分の意見を述べる前に、ごめんなさい、でも私はこう思いますとお詫びをしてから、異なる意見を伝える人もいるでしょう。しかし、冷静に考えれば、意見が異なることは自然で、謝る必要はないのです。特に悪いことをしていないのに、些細なことでごめんなさいというのは見直すべきです。日本の文化では、これが謙虚な態度と受け止められ、好感を持たれる場合もありますが、謝ってばかりいる人は、自尊心が低いとみなされ、軽んじられることもあるのです。すぐに謝る癖のある人は、すべての人から怒りを向けられるわけではありませんが、誰かの欲求不満の果て口としてターゲットにされることも多いため、注意が必要です。実際に悪いことをして迷惑をかけた場合は、誠実に謝罪することが大切ですが、謝る必要のない場面でごめんなさいという癖がある人は、その口癖をやめた方が無難です。3つ目の特徴は、過剰に謙遜する人です。過剰に謙遜する人は、人から褒められても、いやいや、そんなことないです。私なんて全然ダメなんですと否定します。また、明らかに自分の努力の成果であっても、周りのおかげですと自分の力を小さく見せようとします。こうした態度も、謙虚さが美徳とされる日本では、高く評価される場面がありますが、過剰な謙遜を繰り返していると、必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。そのような人は、自分を卑下するような言葉を多用しがちで、周囲の人はこの人は本当に自信がないんだなと感じてしまうこともあるからです。その結果、本人にそのつもりはなくても、馬鹿にされたり、軽んじられたりする場面が出てきます。つまり、
控えめであることは確かに大切ですが、行き過ぎた謙遜は、自分の評価を下げたり、人間関係で損をしたりする原因にもなり得るのです。4つ目の特徴は、嫌なのに断れない人です。嫌なのに断れない人は、周囲からこの人は反発しない。言えば何でもしてくれると思われがちです。そのため、遠慮なく頼み事を押し付けられたり、都合よく利用されてしまいます。最初は感謝されても、次第にやってくれて当たり前という扱いに変わり、軽んじられるようになるのです。さらに、自分の意思をはっきり示さない態度は、相手にとって都合のいい存在と映ります。その結果、利用されるだけでなく、不満や怒りの矛先を向けられることも少なくありません。本人は我慢を重ねているだけなのに、周囲には受け入れていると誤解されてしまい、ますます不公平な立場に追い込まれてしまうのです。5つ目の特徴はいつも笑顔でいる人です。一般的に、笑顔はポジティブな印象を与え、人は自然と笑顔の人に惹かれます。笑顔の人は親しみやすく、好感を持たれやすいものです。また、笑顔は周囲にも良い影響を与え、場の雰囲気を和らげます。友好的で開放的な態度の象徴である笑顔が推奨されるのは当然でしょう。しかし、常に無条件で笑顔を保つことが、必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。例えば、不当な扱いを受けても、きついことを言われても、馬鹿にされても、常に笑顔を保つ人は、相手に軽んじられ、理不尽な扱いを受けることがあります。これは、相手に、この人には何をしても大丈夫という誤った印象を与えてしまうからです。そのため、すべての状況で笑顔を見せることは望ましくないのです。相手の理不尽な行為に対して腹立たしさを感じる場合、無理に笑顔を保つ必要はありません。もちろん、相手と同じように怒りをぶつけるべきではありませんが、自分が怒っていることを伝えた方が無難です。そのような扱いに対して、私は怒っています。と感情を表現するのは適切な対応でしょう。怒っている時には、真剣な表情で怒っていますと伝える方が良いのです。笑顔で怒っていると伝えても、相手はあなたの言葉を真剣に受け止めない可能性があるでしょう。だから、きちんと真顔で私はあなたのしたことを受け入れられませんと、相手にはっきり知らせる必要があるのです。今回の話の内容をまとめましょう。特に悪いことをしていないのに、他人から怒りを向けられやすい人には、以下の5つの特徴があります。1、やたらと同意する人。2、すぐに謝る人。3、過剰な謙遜をする人。4、嫌なのに断れない人。5、いつも笑顔でいる人。もし、これらの特徴を自分自身も持っていると気づいた場合、他人からの不当な攻撃やターゲットにされるリスクを減らすために、これらを意識して改善すると良いでしょう。具体的には、何でもかんでも無条件に同意するのをやめ、異なる意見がある場合は、それをはっきりと述べることです。また、相手に迷惑をかけていないのに、むやみにごめんなさいという癖は意識して控えること。謝るのは、自分に非があり、それが必要な場合のみに限定します。それから、自己否定する言葉や、
自分を卑下する態度はできるだけ見せないこと。嫌な時には、はっきりとノーと言って断ること。さらに、不快なことがあっても、常に笑顔を維持するのをやめることも重要です。これらの点に注意し、意図的に避けることで、今後自分が被害に遭うリスクを軽減できるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。